データ普及をどこかで依頼して、これは無理だと言われても、一度ソリューションさんに相談すれば、ハードディスクの物理障害に対応できるもう業者っていうだけでもかなり絞りられるんですね。じゃあこちらでセキュリティチェック受けていただければと思いますので、はい、お通りください。お願いします。そしたら今から社内の方出していただきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。ではご案内します。こちらがですね、復旧のラボがもうこの社内で全て完結しているようなイメージになりまして、こちらの右側ですねがエンジニアの復旧の作業を行っているエリアで、左側が生のご対応だったりを行っている社員がいるエリアになります。そしたらここは持ち込みに来られる方も通るところということはい、お持ち込みいただいていくことも可能なので、その方はもう皆さんこの中ご案内してます。なのでこちらですね、一番手前のエリアなんですけれども、物流のエリアで言いまして、お客様からそのお預かりする機器ですね、大体全国から毎日100件から200件ぐらいの機器が入庫と出庫してるような形になります。でそれを全部もうここで管理しております。でこちらの物流のエリア、機器のお取り違えとかがその万が一にでもないように、その一件一件ですね、バーコードで発行して管理させていただいて、バーコードごとで管理させていただいているようなイメージです。厳重管理ということですね。そうですね、この下にずらっと並んでるのがハードディスク、ドナー用のハードディスクになるんですけれども、こちらがハードディスクの中身の部品がその壊れちゃったとか、部品の交換が必要とかってなった場合は、こちらの中からですね、合う部品っていうのを探してきまして、そちらの部品と互換性のあるものと交換するっていうような形になるので、そのためにだいたい常時7000から8000台ぐらいはハードディスクだけで常備しております。いろんなパターンに対応ができる。そうですね、もう国内外から取り揃えているので、ハードディスクもものによってはなんですけど、お客様例えばご依頼10年ぐらい前の機器を依頼いただいたりとかすることもあるんで、いつもの解体の作業を見させていただけるということでお願いします。はい、始めさせていただきます。これは外付けハードディスクの筐体になります。僕らもよく利用する、外部で保存するやつですね。そうですね。結構使われてる工具も僕ら電気工事と似たのが多いかなという印象です。この工具とかって解体される職人さんによって好みがあるんですか？そうですね。でも基本的にこれヘラっていう工具になるんですけど、これは基本的に全員が共通して使うものになっていて、そのお客様の例えば筐体の爪の硬さだったりによって選んでいる感じになります。はい。そのドライバーのウェラってやつだと思うんですけど、それは人それぞれ変わったり？そうですね、変わったりもするかもしれないですね。基本みんな一緒？みんな、基本的に作業員は同じものを使うようにはしています。同じ仕上がりになるように。そうですね。なくさないように磁気がついてるマグ皿と呼ばれるやつですかね。そうですね。ネジをなくしてしまうとお客様のものを紛失してしまうことになるので、きちんと管理しているようにします。で、実際に解体したものが入っています。今解体完了ということで、はい、そうです。こちらの物流で解体されて配線でデータ復旧をしていくという流れですよね。はい、そうです。はい、というこうチーム戦といいますか、皆さんで一つ一つ部門があって完璧にこなしていくという形ですね。ありがとうございます。先ほど見させていただいた解体で使う工具なんですけども、このように僕らも精密機器の工事する時に使う精密ドライバーなど、その辺りは似てるのかなと思いました。で、僕も今日ちょっと東京なんでいっぱいは持ってこれなかったんですけど、一部僕らが工事で使うのと比べたらちょっとサイズ感がね、僕らのと比べたら作業が繊細なのでちょっと違うところがあるのかなと思います。こちらですね、データ復旧のご相談いただいた際に、まずは最初皆様必ず初期診断っていうのをさせていただきます。こちらがそのイメージで言うと、病院にかかるときにいきなり手術とかしないじゃないですか。まずは検査してどこにが悪いかとか、
どういった処置が必要かとかっていうのを見極めてからその実際の治療内容に入っていくと思うんですけど、はい、そういったイメージに近くてですね、まずは機器を実際に直接見させていただいて、大体大きく分けて物理障害、論理障害っていう2つの障害に分かれるので、どういった物理障害が起こっているのか、論理障害が起こっているのか、でその中でも具体的にはどういった症状が起こっているのかっていうのをエンジニアが直接確認して、費用の見積もりだったり、あと復旧期間とか復旧作業の内容っていうのをお見積もりしてご依頼いただくかどうかっていうのを改めてご確認いただくっていうような流れになります。このところもですね、その弊社復旧率 95.2% っていう形でさせていただいてるんですけども、ここもですね、初期診断の正確さっていうのも一つ大きなポイントになっております。だいたい今累計のご相談の件数が36万件以上ぐらいございますので、その過去のデータと照らし合わせて、例えばこういったモデルだったらこういった故障の症状を起こしやすいとか、そういった傾向だったりっていうそのデータベースが全部蓄積されているので、そこからご依頼いただくそのお客様の機器の障害っていうのを見極めて診断を出していくようなイメージになります。それからこちらですね、弊社の復旧のエンジニアも専門ごとにこの対応のそのチームが分かれています。例えば病院だと外科、内科とか、なんとか外科とかっていろいろ分かれてると思うんですけど、そういったイメージに近いですね。僕らの業界でいう職人さんってことですかね。そうですね、そういったイメージになると思います。そのエンジニアも専門ごとに分かれてて、で弊社の場合は先ほどそのご覧いただいた物流のチームで、それからハードディスクの物理的な復旧作業を行う物理チーム、メモリの機器、例えば SD カードとかスマホとか、あと SSD とか USB とかのメモリの機器の復旧作業を行うメモリのチームで、最後がデータのその論理的な破損の復旧とか復元、修復っていうのを行う論理チームという4チームに分かれて復旧作業を行っております。こういう感じで機器が解体したものですね。そうですね、基板ですね。これは説明用ですね。そうです、そうです。そうですね。こういう感じだよっていう。機器を解体して中の基板を修復したりっていう作業ってなかなか一般のお客様イメージつきづらいと思うので、そうですね。そういったところでこの基板とか中身のイメージですね、こういったところから直接データを取り出して読み込んでいきますっていうのをお伝えして分かりやすいように、こういったディスプレイもご用意してます。今日体験していただくのがこのマイクロ SD カードですね。これをの配線作業、復旧作業の一部をちょっと実際にやってみていただこうかなと思うんですけど、本当にちょっとご覧いただいて分かるように、多分1円玉と同じぐらいですかね、サイズ的には、になるので、この中の基板、ピンアウトですね、これを導線を髪の毛よりも細いぐらいの導線を使って直接読んでいくようなための配線作業です。体験させてもらえると、多分できると思います。普段やってるんで、そうですね、スタンダーとか使われてるんですよね。ちょっと珍しいものでいうと、最近ちょこちょここういうドローンとか、そうこういった機器の復旧のご相談いただくこともありますね。ドローンの中にもカメラが入ってるから、そうです、そうです。そのデータを何とかしたいっていうことですね。おっしゃる通りです。あとはドライブレコーダーとかですね。こういうのもよくご相談いただきます。増えてます。でこの奥がハードディスクの物理的な復旧作業を行うクリーンルームになります。これはもうハードディスクの、分解とか開封するを伴う作業の専用の設備です。ホコリが入らないようにってことですか？そうです。ここで作業されてる職人さんはまた専門の方なんですか？そうです。物理復旧の、そうです。ハードディスクの物理復旧の専門エンジニア。データ復旧をどこかで依頼して、これは無理だと言われても一度ソリューションさんに相談すれば、そうですね、もうそういったご相談もできる可能性は高い。本当にたくさんいただいているので、実際にその復旧できたっていうようなものもありますね。ハードディスクの物理障害に対応できるもう業者っていうだけでもかなり絞りられるですね。データ復旧の実際の作業をちょっと見させてもらえることになりました。これはちょっと認識しなくなったら普通の方法でデータを取り出すはできなくなるので、今回配線方法を経由して紙に直接アクセスしようとしてます。導線の太さはこういう感じですけど、僕らが使う電線ではもうないクラスの細さですね。そうですね、普通の電線とは、これは細くないといけない理由はあるんですか？そもそもこちらの金は結構チェックで細かいので、太い補線ではそもそも接続はちょっとしにくい状態です。
この2個一緒に当たってしまったりとか。そうですね。太かったら基盤自体はボロボロになったら、ちょっとデータ普及はもうできなくなるリスクが結構高いので、はいだから必ず慎重にやらなければいけないところがあります。はい。そうですね。まずは今回チャレンジするのはこれ、このタイプで、はい。これはまず真ん中に、はい真ん中くらいにちょっと置いて、手で触っていいんですか？そうそう、手で大丈夫です。この黒いとこ狙ったらいいんですよね。そうですね。黒い丸を。そうですね。はい。で、僕らはいつも先に対象物を温めて、はい。ハンダを流していくんですけど、はいこの場合は先にこっちにつけた方がいいのか。これはどっちでも大丈夫でどっちでもやりやすい方法はで。ただ目的はこのハンダをさっきの黒いのピンのところにつければ大丈夫です。ちょろっとだけですよね。はい。少しだけです。あ、こうやって見るんですね。そうですね。あ、これがハンダもうこれ失敗ですよね。そうですね。これはもう、はい僕らでいう短絡してる状態になってるんですかね。そうですね。そう。ただこれはちょっと危険な状態ですよね。はいもし電源に接続したら。はい。ただ少しはい足を抜いて少しクリーンにすればちょっと良くなるかもしれない。今固定先にちょっと触ってみてくださいね。これめっちゃむずい。ハンダ舐めてました。ちょっとギブアップしましょうかね、僕。しましたね。ちょっと一本、はい。はい、今の感じだと、とりあえずついたのはついたけど、どこ、なんか先端はこの辺りだと思いますけど、はい多分ちょっと、ついてなさそうな感じですよね。もうちょっと、なんか、簡単なやつは試してみますか？こちらの方はちょっと簡単なので、多分判断もちょっと、次が一番で簡単な難易度の低いはい。と呼ばれているものをやらせてもらえることになりました。ちょっとこれもできる気が正直しないんですけど、頑張ってみます。次こそは1本ぐらい成功したいと思います。どうでしょうか。はい。一応、接続自体ははい。できています。少し、データの転送は、今の状態だと結構不安定だと思います。っていうのはこれが盛り上がってるからってことですか？そうですね、こちらの接続は少しはい甘いという感じですよね。甘いもうちょっと、はい。ちょっともうちょっとしっかり接続した方が、もうちょっとだけやっていいですか？はい。しっかり接続している感じで、これは大丈夫ですと思います。ありがとうございます。このデータ復旧僕も体験させてもらって、先ほど皆さんも見てもらったと思うんですけど、こんなにもいろんな機材を使ってすごいこう繊細なプロの方しかできないというか、プロの方でも何年も経験を積まないとできないような精神を研ぎ澄ますすごいこう繊細な作業だと思いました。面白くしたいです。電気屋を。